こんにちは、メイです。今回からサブ島のブラック無糖の島栗をやっていきます。島作りのルールとしては自作米筒のみ使用することです。このサブ島は1回作り上げて解体作業中です。今回はエントランスを作っていきます。島のエントランスから案内所まで少し距離があります。距離があるといっても街並みシリーズを置くと一瞬で場所が埋まるので、実際に家具を置くと短く感じるかもしれません。早速エントランスから案内所まで作っていきます。まずは大まかにマイレザを敷いていきます。今回のマイレザは白を基調とし、お城シリーズのアイボリーに合うように作っています。白が基調だと何でも合うのと整備されている感が出るので好きです。今敷いているマイレザが今回のお気に入りの一つで、ガーデンらしさが出せます。草が生えているデザインをたくさん描きがちです。オランジェ灯で描いた花壇などはカラフルなので、今回は色数を減らして汎用性が高くなるようにしています。水のマイレザももちろん自作ですが、いろんな方のデザインを参考にしました。水の色は少し彩度高めで、浅い水路のようなイメージで作りました。ライトグレーのランダムタイルは少しクールなイメージで作っています。キュートな感じのデザインを描きがちなので、少しでもクールな感じを入れています。レンガやタイルの横に敷いているマイレザは L 型側溝なんですけども、これは公開していません。自己満足な出来栄えなのと需要がなさそうだからです。もし使いたいという方がいらっしゃいましたらお声掛けください。大まかにデザインを敷き終わりました。ここから家具を置いてエントランスっぽくしていきます。柵を立てると整えられている感じがしますね。今回はかなり整備されている場所と自然が多い場所を作ろうと思っています。前回のブラック無糖は南の島をテーマにして緑と赤が多い島だったので、今回は全く雰囲気が違う感じを目指しています。住民もライフスタイルの変更を余儀なくされるので大変ですね。多分前よりかは便利にするつもりです。エントランスは島の第一印象が決まる顔の部分なので、毎回気合を入れています。いつも狭いエントランスになりがちなので、今回は広めにしていきます。有名な公園やテーマパークなどエントランスが広いイメージがあります。話は変わりますが、ブラック無糖の島主が男なのは夜の街を作ろうと思っていた島なので、ビッグボス感が欲しかったという理由です。夜の街の名残として濃いキャラが住んでいます。今回の街にもバスへのスナックうずめを作りたいですね。作るとしたら路地裏に作ってあげたいです。前回同様島の奥地に作りたいですね。エントランスは待ち合わせ場所が必要なので、噴水の近くに座れるスペースを作ります。実際に待つとしたら立って待っていますけどね。エントランスから斜め左の位置に案内所があるので、地形的にちょっと作りにくいんですよね。案内所前って高い建物があると隠れてイベントが見えないし、物を置かなさすぎても映えなくて難易度が高めなんですよね。案内所前はまた今度何か思いついたら作ります。今回はエントランスから見える範囲のみです。この石の階段、私の中でかなり好きで、あんまり見かけないデザインかなと思っています。今マイレザを敷いている部分に小さな建物を作ります。お城シリーズが来るまではシンプルなパネルで全てを作っていましたが、街並みお城シリーズが来てくれたおかげで島繰りがかなり楽しくなりました。土地もお金もぶっ飛びますけどね。
たぬきちのお店で株価を聞くたびに高騰してと思っています。2段目を作って隙間を埋めていきます。街並み家具の中身をどうするか問題が難題すぎるので、今回は何も考えずに段差を作っていこうと思います。建物で言えば屋上を作るみたいな感じですね。利便性は全く考慮せず飾りとして作っていきます。崖を壊してマイレゾを敷き詰めます。中世の街並みで蓋をしたら疑似の小さな建物の完成です。あと一マス多めにあればドアとかつけたかったですね。ここの隙間が気になるので埋めていきます。隙間埋めの基本はマイレゾを敷くことからだと思っています。西部の街並みを置いて埋めていきます。手前の隙間に柱を置いてさらに隙間を見えなくしていきます。ランダムレンガのオールドを使ってよく踏まれる部分を再現していきます。この噴水は座れるのでギリギリのところに擦れたレンガを敷いていきます。階段の下の部分や人がよく通りそうなところに敷いていきます。レンガは単調になりがちなので擦れているレンガを敷くと少しメリハリがつきますね。他にも飾りのレンガとかあっても綺麗かもしれないですね。こんな感じになりました。擦れたレンガを敷く前と後では後の方がいいですね。右側の部分は階段を設置するので階段からはみ出る部分にマイレゾを敷きます。どこが消えるかわからないのでとりあえず怪しい部分に敷きます。これで大まかに家具の設置ができました。カメラを起動して足りない部分がないか確認します。すっきりだけど単調ですね。斜めにした時に草地がまだ見えることと物量が多いのが好きな私としてはまだ家具が足りません。下から見上げた時も空の部分にもう少し建物が欲しいですね。まず通行の邪魔にならない落ち葉を置きます。案内所前の入り口も少し変更していきます。観光案内のポスターや雑誌など置いてある場所にしてもよかったかなと後で思いましたので、案内所前を作る時に変えていきます。本日初の植林をしていきます。整備されたところに木を植えることは少し難しいので研究が必要ですね。建物の前に少し家具を置きます。左側を整備したのでカメラで確認します。少し良くなった気がします。次は正面の2段目を作ります。ここから案内所の方まで2段目を作っていきます。2段目は案内所が見えるテラスと建物を建てていきます。2段目作り終えました。案内所に一番近い横4マスをテラス席にします。適当な場所に中世の街並みを立ててフォトスポットに立って確認します。見えないですね。見えないですね。位置が悪かったので手前に押していきます。もう一度確認します。良さそうですね。マイレゾを敷き直します。これいいなと思っても後で作り直すパターンが本当に多いです。テラス席の右側に建物を作っていきます。
2階建ての建物があるだけで街感が出ていいですよね。街並み家具が来て嬉しいと思う反面、同じような使い方しかできないので工夫がもっと必要かもしれないと思っています。こういう工夫をするときが一番楽しくてノリノリで作っています。何もアイデアが浮かばないときは寝るに限りますね。それか永遠に街並みの画像を眺めています。私の持論なんですけど、アイデアは膨大な知識から生み出されると思っているので、知識をどんどん増やしていきたいですね。この部分は屋上にしていきます。階段設置した時にたぬきちにガーデンチェアを持っていかれました。お城街並みシリーズはお金がかかるので、うりちゃんにいつもお世話になっています。テラス席を作っていきます。今回はこういうテラス席をたくさん作りたいなと思っています。円形の楽しめるテラス席とかも熱いですね。前回は都会チックな場所が皆無だったので作っていて楽しいです。斜め撮りで確認してみます。テラス席いいですね。何も考えず一日ぼーっと過ごしたくなります。3段目を飾り付けていきます。ここは一番上なので洗濯物がよく乾きそうですね。右側を閉じて2段目は完成です。確認タイムです。右側の草地部分を仕上げていきます。ここはシーフードレストランにしていこうと思っています。まだ内装は作りませんが、とりあえずマイレザを敷いていきます。どんな内装にしようか今からワクワクしています。住民の家を入れるのもいいかもしれないです。その方が内装もお店にしたりできるのでリアリティが増しますね。住民の家がリフォームできるので島クリの幅が広がったことが嬉しすぎます。家具を置いて仕上げていきます。飾り柱の可能性を感じています。今回のように置いたのは初めてなのですが、思わずいいねこれって声出てました。写真で見える範囲すべて作り終えました。完成です。新シリーズブラック無糖の島栗はいかがだったでしょうか。新しいマイルズを書きたすぎて始めてしまったシリーズですが、オランジェ島の方もちらーっとやっていくつもりです。マーティ可愛いなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。次回の動画でまたお会いいたしましょう。